はいどうも皆さん、こんにちは。IT インズラボです。マイクロビットの使い方を解説しているこの動画の第4回目ですね。今回は、パソコンで扱うこのエディターですね。メイクコードエディターの使い方をちょっと詳しく見ていきたいと思います。でマイクロビットのサイトにアクセスするとこんな画面があって、ですね、前の動画でも説明してるんですが、Python で書くこともできるんですが、このメイクコードエディターってなんかこのブロックを使ってやる、小中学生でもできるぐらいの、画面になってるんで、こっちでやっていきますね。メイクコードエディターの使い方を詳しく見ていきます。はい、出ます。そして、新しいプロジェクトを押すとですね、新しいプロジェクトが誕生します。こんな感じですね。はいはいはい。で、大体ですね、見たらなんとなくわかるような形になっているとは思うんですが、使い方の方を順繰り見ていきますね。まずはこのあたり、ブロックがあります。ここにプログラムがあるんですね。で、プログラムを載せるエリアと、シミュレーターですね、があります。はい。で、ブロックのところからですね、基本を押すと、基本的な、プログラムのブロックがあると。この数を表示ってやつが、LED に数字を表示する。で、LED の画面を、指定通りに表示する。これはですね、このように画面上に置きまして、こうクリックすると、どこを光らせれるかを決めるっていうようなやつなんですね。であとはですね、アイコンを表示したりとか、文字を表示したりとか、で、ずっと繰り返すとかですね、最初だけやるんだとかですね、途中で、停止したりとか、で、そういったような、機能があります。で、各ブロックですね、ここにその他っていうのが実はこうクリックすると出てくるんですよ、このその他。で、その他のところをクリックすると、もうちょっと細かいことが、出てきてます、それぞれ。はい、こんな感じですね。で、いろんなブロックがあります。入力。これはマイクロビットに、ボタンが押されたとか、揺さぶられたとかですね、電気信号が流れてきたとかですね。いろんな、入力信号を捉えてどういう風な反応をするかを制御するところになります。で、あと音楽。これマイクロビットが音を鳴らすときですね。音を鳴らすとき。はい。で、ここ LED。これはここの25個の LED をどういう風に光らせるかっていうようなことですね。ちょっとこれ光りっぱなしなんで消しておきましょうかね。はい。停止でいいかな。はい。で、あと無線ですね。無線。ここの無線のブロックは、このマイクロビット本体にですね、無線通信の機能がついてるんで、その無線で通信しますよっていうところの機能を制御できます。はい。で、ループ。ここは、いろんな繰り返しの仕方ですね。ループの仕方を何パターンか用意してくれてると。何回か繰り返すっていうのが、ある条件が揃っている間は繰り返し続けるとかですね。何回、カウンターを数えてから繰り返すとかですね。はい。で、論理のブロックのところ。ここがもしなんとかなら、いわゆる if 文ってやつですね。if 文。はい。で、もしなんとかなら、なんとかでなければ、いわゆる if else 文ってやつですね。で、その辺とか、いわゆる論理演算に使うような、ブロックがここにあると。で、変数ですね。ここで自分で変数を作ることもできます。そして計算のブロック。指則演算だったりとか、このあたり便利ですね。なんとかをなんとかで割った余り。これ専門用語で MOD とか言ってモッドとか言うんですが、そういうのもできると。あとですね、高度なブロックって言って、ブロックがいろいろ隠れてます。で、関数のブロック。ここで、一通りのですね、動きを自分で勝手に作っちゃうとかですね、配列、変数をいっぱい並べたやつ。で、文字を、なんかあれこれするやつ。そしてゲーム。これちょっと面白いんですね。ここでいうスプライトっていうのは、スクラッチとかでやってるスプライトとはちょっと違ってですね、ここの点、LED を点を1個光らせて、それをキャラクターに見立てて、この25マスの中でゲームをするときに使うような、キャラクターとしてのスプライトという表現になってます。であと画像ですね。画像って言ってるんですが、この25個の LED で、表示できる範囲の画像をここで自分で作るとか、そういうことができます。そして入出力端子。入出力端子、ここですね。この下の部分が入出力端子になっておるのですが、この辺の制御ですね。ここちょっと難しいんで、またおいおいゆっくりやりましょう。そしてあとシリアル通信。シリアル通信。これはですね、マイクロビットの根元にですね、USB が刺さってるんですが、USB で、通信をするときの話ですね、ここは。はい。そしてあと制御。バックグラウンド処理をさせるとかですね、いろんなことができるんですね。細かい機能いっぱいあるので、ちょっと一回じゃ説明しきれないのでですね、もっと細かいところは後々見ていきますね。はい。そして画面の左側、シミュレーターの左下、ここ、押すとシミュレーターを隠すボタン。シミュレーターなし。もう一回押すと復活。そしてここにですね、シミュレーターの全画面表示。で、これが、全画面を戻す。ですね。
あと、音を止めるとかですね、スローモーションで、このシミュレーターを動かすとかですね、いろいろあります。で、このブロックのですね、ブロックを置いていくエリアですね、右下には元に戻すボタンともう一回やり直すボタン。で、あと拡大縮小ですね、ができます。そしてここのエリアをドラッグするとですね、このようにして、スクロールすることができます。はい。で、あとはですね、ちょっと面白いのがいくつかあってですね、例えば音楽のブロックをこうやって持っていくと、シミュレーターがちょっと変化するんですよね。あら、変化しなかったかな？音楽を鳴らす。ここに入れると変わるかな？こんな感じですね。このようにシミュレーターが音楽を鳴らす版の、画面になってくれるとかっていうのがあります。で、あとはですね、今このようにして機能していないブロックですね、この網掛け模様になって、今これ動いてませんよ、使えませんよっていうような、表示をしてくれるようになっております。じゃあとりあえず、少し長くなっちゃいましたが、エディターの話はここまでです。